血が滲んでんのが欲しいって言ったら、そんなものはダメですって言われたやつです。私の永久歯が虫歯になってたやつを記念に取ってあるんです。本物の縮み首が置いてあったのよ、ブラザー Z ライトに。いいな、欲しいな欲しいな。どうだ、放送できねえだろこれやろう。いらっしゃい、どうぞ。空山です。どうも。もともと家族住んでたんだけど、別のところに引っ越して、別居じゃないよ、そこにも住んでんだけど、ここは小さい絵描く時のアトリエです。住んで40何年、アトリエとしては30年ぐらいかな。一番最初新聞広告かなんかでここの広告が出てて、それで見に来たら2、30人並んでたのよ。発売3日ぐらい前に30人も並んで3日も前にって言ったら、それはいい物件に違いないと思ってこれ買いました。これが釣崎さんって被災写真ばっかし撮る人の作品で結構気に入ってます。これレオナルド・ダ・ヴィンチの人体のやつで本物ですなんて嘘だけど。でここに多分これは T-Rex の足だと思います。これはミネラルフェアで買ったもんです。軽自動車なら買えます。 3G って銀座で個展をやった時の、これを6枚作ったのかな、それの1枚で、これはロゼッタストーンのレプリカで、これはバレリーナのトーシューズで、知り合いに頼んでロシアのボリショイのお姉さんの名前入りで、できるもんなら血が滲んでんのが欲しいって言ったら、そんなものはダメですって言われたやつで。なんでそういうところに自分の触手が動くのかはわからないんだけど、興味があったものはコレクションして、ただそれは一般的に見るとお金の価値はほとんどないものばっかしです。トーシューズの使い古したこんなものを、中にもう一個なんだっけな、転足のやつもあります。それはかなり使い込んだ転足で、原画が400、500枚あると思いますよ。それからそこいらはスカジャンだとかはもらいもんだし、それは自分の仕事で絡んだものと貢ぎ物といろいろあります。向こうから行くとディオール、あれは私の絵でディオールのショーで使ったもんで、その辺はアディダスか、これはステラ・マッカートニーがくれたやつで、これはベープで、これはナイキのマーク・パーカーがくれたのかな。これがミゾロで作ったやつです。これはエアロスミスの CD のジャケットで全員のサインが入ってます。これガールフレンドです嘘だよ釣りした時のと、ケロッピーとミゴさんと北原さんとオリビアと、まあそんな人たちがずらっと並んでます。これが一番自慢できるもんで、成田の税関で私の死の後のポジを没収された時の勲章です。この辺なんかチンコの一番でかい男優さんです。これはペンタハウスのペットオブザイヤーになったジュリー・ストレン、まあそんなところがずらずら並んでます。私の永久歯が虫歯になってたやつを記念に取ってあるんです。横向いて生えてた。これが私のチンコですなんつってあ、これうちのばあさんですこんなものは出せねえだろ。この前ね、ここでね、イーロン・マスクとここでミーティングしてんのよ、 LINE で。スペース X か。その時に部屋面白そうだねってちょっと見せろってこうカメラでずっとマイグランドマザーって言ったら受けてたテープはもう順番に捨ててってんだけど、 CD も仕事しながらよくかけてて、今めんどくさいからみんな J-WAVE かけてますけど、 J-WAVE が近頃つまんなくて、ピストン西澤なんかもクビになったじゃん。カチンコチンのやつが生き残るから、面白がる人みんな辞めちゃうからクビになるじゃん。それでつまんないね。基本はレゲエだとかカントリー&ウエスタンだとかが多かったね。2、3年に1回しか見ないから本なんて。インテリアとしてグラデーションにしたらいいかなと思ったら、大体うちに来たいろんなセレブも含めて、うぞうむぞうは自分家の本棚をグラデーションにしてますよ。それで自分のオリジナルだって、うちのパクリだろこの野郎って思ってたけど、
だから例えばこれだってチャールズ・ゲートウッドっていう人の母性愛を示すっつうので胎児を売りに来て、それにハートの入れ墨を入れて ILM に招待されてレクチャーして、その後お別れパーティーっつうのをやられた時に初めてこのチャールズ・ゲートウッドに会ったんだけど、その時に本をもらって、その人は毎年画廊で写真展やってたんだけど、この写真を出した途端に追い出されて二度と来るなバカ野郎って怒られた伝説の写真です。これは本物が本当は欲しいんだけど違法だから豚の皮で作った偽物です。星首がいっぱいあります。これはロサンゼルスだとかニューヨークだとかいろんなところで土産物で売ってるんですよ。人ん家に一回招待されたら夫婦で絵描きなんだけど、かみさんの机の前に本物の縮み首が置いてあったのよ。ブラザー Z ライトに。いいな、欲しいな欲しいなこんなもん持って帰ったらあと税関で違法だから逮捕されますよって言われて、悔しいなと思って、でここにいっぱい並んでるじゃん。そしたらアメリカから来たやつがそんなに欲しいんなら原画と変えてやるよって言われたんだけど、本物持ったら捕まんのよ。悔しいけどね。昔はそういうの売ってたんだけどね、貧乏だったから買えなかったんだけど、大腿骨でできた笛だとか頭蓋骨の灰皿だとかそういうのねで売ってたんだよね。50年前ぐらいかな。そういうのって本当は欲しかったんだけど、それもうしょうがないから代用品で遊んでます。好きなんです、おっぱいが。哺乳類だから霊長類だけど、おっぱいが嫌いなやつなんかあったらいるわけないだろう。生まれた時から母親のおっぱいチューチューしてて、それでお姉ちゃんのおっぱいチューチューしてて、そのうち色気づいたらおっぱいよりはブラジャーの方がイメージを膨らませられるなと思って、それでここにあるブラジャーの3分の1ぐらいは戦利品です。それ以外はモデルさんだとかが貢ぎ品でくれるんですよ。 A カップから F カップぐらいまでありますよ。これが一番でかいのかな。これはなんかペット・オブ・ザ・イヤーのプレイボーイのそのお姉さんのやつ、これ頭かぶれますよ。これなんかはなんだっけな、スポーンって映画知ってる？スポーンの監督のそれが来るたんびにね変なもん持ってくんのよ。新商社のポートレートだとか、あいつ持ってきたのはマーク・デュッペだ。マーク・デュッペが乳牛の赤ん坊が生まれたらおっぱいを飲めないようにこうやって、ひどいだろうこういうの面白がって世界中から変態がねお土産で持ってくるんです。これは世界で一番ピアスの多い人かな。あれは胎児の骨盤、あとは好きな作家だとか、これなんかも私がドリルで穴開けてピアスしてんです。コミックコンベンションで買ったんじゃないかな。サンディエゴに昔は変態がいっぱいいたんですよ。サンディエゴでミュージアム・モデスっていう死の博物館っていうのがあって、そこなんかよく行ってたんだけど、そこも近所中にブーイングで追い出されて、サンディエゴから今ロサンゼルスに入ってましたね。要は文化を引っ張ってくる人は5段階の評価でいうとマイナス5だとか8だとか、その学校の先生は3前後しかしないのよ。俺なんか絵描きやってるけど、私の高校の絵描きの授業の成績は2だよ。でちょっとね名前が売れてくるとね、市の70周年記念かなんかの絵を2、30年前に描いたのよ。そしたらその先生がね人づてでね絵を寄付しろって、俺に2つけただろバカ野郎ってただ言い訳すると4時間で一番絵描くようになってたのよ。で俺4時間もあんなバカなことできないと思ってて、15分ぐらいやってわざと遊んでたのね。そうすると態度が悪いっていうのでね、見る目がないだけなのよ先生は。なんで行くんだろうね、給料安いし面白くもなんともないし、どうだ放送できねえだろこれやろうよく夢はって言われるんだけど、夢っていうのは可能性がないことだから、計画は山盛りあるんだけど、夢はって聞かれたら緑が好きだからマダガスカル島を温室にしたいから島買いたいだとかねそういうこと言うの。でもトロピカルな本がそういうなんか植物が多い。だからあったかいとこ行くの好きですよ。
これ人の絵なんだけど、これが一番高いのかな、俺が今まで買った中で。300か500したと思うよ。上田薫さんという人の絵なんだけど、水面描いてる。絵描きが食えなくて、それでプリントなんかも在庫になると燃やしてしまうんだって悲しい話ばっかしするから、じゃあ買いますって、そういう才能は認めてすごい人っていっぱいいるのよ。でも社会性がなかったり、そういうことで消えていく人が多いから、この人はもう思いっきりメジャーになってる人なんだけど、そういうほら現代アートでも旬が過ぎると見向きもしないのよ、マネーギャンブルのやつらは。そうなった時は惨めだよ。売れすぎるのはだから良くない。これはコレクションじゃなくて、だから貢ぎ物。これがさっき話してた転足ですよ。去年のあれかな、お誕生会をここでやってくれて、その時のあれだと。私のコックピットです。ここに絵の具が入ってて、特別なグラデーションになってるんだけど、日常で使う絵の具はここに入ってる。ロールスロイスのあれ本物です。あれも車買えます。ディオールの300万のサドルバッグでしょ。これがダイヤモンドの砂時計。この水晶が巨大でしょ。ダニエル・アーシャムか。この辺にあるのが全部私の画集です。これは代官山の下着屋さんが潰れて、それのマネキンもらってきて飾ってるランジェリーを着せてる。東ドイツの頭蓋骨なんかをこうやって死の町っていうのがあって、そこは頭蓋骨なんかをバラバラにしたり、ノコギリでちょん切って歯のサンプルなんかにしたりして、アカデミックで使うためなら日本はいいのよ。ただ本物の骸骨なんかがあったりなんかすると、燃えた後猟奇事件扱いになるから警察は OK 出さない。昔から興味があるもんですよ。男に生まれて子供の頃から乗り物だとか武器だとか女の異性だとか、はしかのようにみんな通過していくんだけど、私いまだにそこにいるのよ。恐竜なんかほら永遠のアイドルじゃん。エロス描いてるとやっぱしタナトスでその死体だとかの方にも興味あるし、例えばここにある本で死だけの写真だとか皮膚病だけの写真集だとか、そういうのは税関簡単に通るんだけど、そういう部分面白がってて、それで生理的にダメな人を吐くようなのがあるのよ。4、5年前もタイ行って、タイのその赤ん坊の死体だとかそういうのばっかしの博物館あるのよ。そういうのを餌にしないと私動かない。苦笑して、あの下にチンコをだったら大きくなるよ。やってみます全部偽物ですよ。一回なんだかうちに絵見てくれてきたやつが捕まって詐欺師で、その時にいろんな情報を流したら少しは情状あれしてやるって言われて、それは実銃を持ってるって嘘ばっかし言いやがって、それで家宅捜査されたことあるもん。6階で仕事してて、ここに家族住んでたの。だから6階の方に踏み込んできて、でその前それも代理店の人を 4、5人とミーティングした後だったの。それで彼らが帰るって言ったら戸を開けてそのまま入ってくるのよ。で警察呼びますよって言ったら「警察だよ」って入ってきて、それで全部チェックして、その後自宅の方もやりますって言って、ただ堅気でちゃんとした仕事してるのは分かりましたから、彼らにとってはヤクザかなんか分かんないのよ。実銃持ってるっつうと、こっちも調べられる時に奥さんにまず電話してくださいって、いきなり言ったらびっくりするから、そういうなんつうのショックアブソーバーというかクッション、警察も配慮してくれてたし、それで50か60モデルガン募集されまして、こういうグリップだとかは削ってたね。コロナの頃結構お客さんも来ないから、多分チェッカリングっていうんだけど、こういうのももう自分がすごいきれいに整理して、昔のやつはシタンっていう木があるんだよ。めちゃめちゃ硬いシタンでグリップ作ったりなんかしてて、そういうのを全部没収。一番最初に指紋取られるのよ。指紋全部こうやって取られるじゃん、刑事に。その後の対応がティッシュの箱投げるんだよ、こっちに。それされるともう人格崩壊よ。でやっぱりあれされると関係に逆らうのは嫌だね。
これよりもっともっと小さい絵を5メートルに拡大するから、それで描き直すんだけど、これの立体も作ったから、どうしてもこれの絵が欲しいっていうから描き起こして、1週間か10日ぐらいかかって描き直したの。生まれて初めて描いたセクシーロボットなの。要は光と反射と透明感が私のライフワークなの。昔からセクシーロボットだとかエアブラシだとかって言うけど、要は透明感。絵の具自身は光んないし透明じゃないのよ。それが新しい時代になってプリントもうまくなったし、蛍光色も使えるし、これは迫力あると思いますよ。3枚に分けてるのはエレベーターに入るのがこのサイズまで180までなのよ。だから180のやつを3枚並べて、じゃあこれちょっと見せてあげようか。これがB2 に書いてるの。B2 と70センチぐらいで、これは蛍光色も何も使ってないし、でこのまんまでも価値があるけど、これを 90% に縮めて、それでこう天地をこう平かけてぺったんこにしてある。それをプリントにして元々の原稿を4億画素かなんかで複写して12色でプリントして、その上に延々 2,3 週間かけて書き足していくっていう、現代ならではできるような作品が飾ってあります。書いてみようなんて一回も思ったことないの。そんでいろんなことやってダメで、それでそういや昔絵で褒められたなと思って、それで書いてみたら受けたよりヘボしかいないね。田舎から東京の美術学校行って、みんな下手くそでどうしようもないやつらがなんでこんなことするんだろうと思って、その後外国行ってもどうしようもないのばっかしだよね。ただ怖がってたから、何にも知らないから、で東京行ったらすごいのいるだろうなと思ってたけど、いなかったね。世の中ちょろいもんよ。ここです。一番快適なんです。海外旅行だろうが何だろうが、金出しはどこでも行けるけど、私こう世界で一番快適な場所なんです。ハーレムいやいや、そのうちステージ上げたら男にも走るかもしれないし、分かりません。